アジームだよ。今日は名古屋に来ています。大都会。ちょっと用事があってきたんですけど、用事の時間までは早く着いちゃったんで、今から暇を潰そうと思いやす。この辺をね、ブラブラ歩いてみたりしようかな。で、今日はいいカメラを持ってきてあるんですよ。いいカメラを持ってきたので、エモい写真を撮りたいな。あとはお土産とかなんか1個くらい買えたらいいな。では、参りますか。名古屋観光。アズリムチャンネル。栄地区周辺案内。今いるのが、どこなんだろうこれ。現在地は？現在地書いてない系の地図かこれ。適当に歩いてみようかな。名古屋はもう栄駅っていうのが一番栄えてるらしいですよ。栄だけにね。東京、大阪、名古屋っていうくらい日本三大都市として数えられるくらいのすごいでけえ経済規模を誇ってるらしい。栄駅から北の方に出てきたんですけど、めちゃくちゃ青いすごく現代的な建物のエリアに来ました。青色ってもう暑い夏でも涼しく感じていいよね。うさぎ型に切ってる草を松かな。めっちゃうまい。これはフォトスポットなのでは？なんだろうね、うさぎかなと思ったけど、アンモナイトとか、これはカブトガニ？なんて言うんだっけ、こういうの遺跡？台の上にあるから恐竜なのかな、もしかして。福井だった？とりあえずいいカメラで撮ってみます。いいね、なんかいきなり写真撮れた。映えでしょ、これは。魚？いろんな言語で、魚って書いてるのかな？書いてる謎のベンチがあります。ポイソン。ポイソン。あ、フィッシュって書いてるよね。フィッシュってこいつ釣りだっけ？まあ、魚って書いてるんだよな、多分。あ、魚だ、魚だ。あそこひらがなの魚。韓国語で、これ魚なんだ。いろんなお店が立ち並んでます。あ、ドアラだ。かわいいね。あ、このなんかさっきから男の人映ってるの野球の。あ、反対側ドアラいる。ドアラとも撮りたいな。なんかいいカメラで撮るとドアラだけブレるんだけど、なんでなんだろう。続いてはスロープを登ってみようと思います。見て、あそこビルの上を工事してますね。ニュースで見たんですけど、この名古屋結構今再開発をしてるらしくて、こんな大都会なのにね、いろいろ新しくビルが建ったりするみたいですよ。あとはね、なんか修学旅行先として今名古屋が推されてるみたいなニュースも最近見て、修学旅行生もいるのかなと。だから観光するとこは結構いっぱいあるのかな。バスターミナルがありました。こんなところからバスが出るんだ。あ、空港に行くバスみたいです。修学旅行も空港から来れると。観覧車がある。すげえ、やっぱ都会だわ。三越もあるし、見てあのでっかいコンラド。すごいね。あそこヘリコプターが止まれたりするのかな、屋上はさ。MV 撮ったりするのかな。さっきもちょっと見た工事中のビルだ。すごいね。ようやるわ。風が涼しい。生き返る。ここ TikTok とかよく撮ってるとこじゃね？なんか TikTok で見たことあるぞ、この景色。女子高生がよく踊るとこじゃん。あ、撮ってみようかな、TikTok ここで。あ、でも見て、あのタワーをバックに TikTok 撮ろう。いいんじゃない？はぁ、疲れた。どうしようかな。ちょっと一旦地図見て考えた方がいいかもしんない。なんか本当に何もわかんないや。今アズリムがいるのがこのオアシス21
栄のあたりってすごく綺麗に区画整備されてる五番城だから、あれじゃん、キュッテとかと一緒なんだ。ってことは、あれ城下町みたいなところなんかな。あ、名古屋城あるじゃん。こっち行ってみるか。じゃあ、名古屋城行って、なんか多分、古いさ、歴史にまつわるものいろいろありそうで面白そうだから行ってみよう。名古屋城は徳川家康が作らせた城なんだっけ。私大学生だからやってるじゃん、勉強。で、この辺りはこのフレームというか、こうカチッカチッとしたジェットコースターみたいなさ、建築物になってるんでしょうね。すげえこだわりを感じる。なんか昔の歌番組のセットみたいだね。でか、日陰だ、涼しい。かき氷だって。変な自販機。カブだ。カブかわいい。スズメ。これいいカメラだからさ、何でもエモく撮れてる気がする。かわいい。久屋大通りシャンゼリゼ友好提携記念。道幅が広すぎて信号を渡るのもちょっと大変だよ。4車線だよね。4車線で8車線ですよ。ちょっと気になるからこの小道とか入ってみるか。寄り道してみよう。こういう小道はさ、もしかしたら暗渠があるかもしれないじゃん。暗渠って知ってる？昔川とかだった場所を蓋をしたりして道にしてるところ。自分の好きな番組道との遭遇でよく暗渠を紹介してるんだけど、自分も暗渠を見つけてみたいと思っていて、自分でね、今日見つけれたらいいな。行き当たり。普通に道っぽい。普通の道だわこれ。暗渠サインなかった。残念。元の道に戻ろうとしたら神社がありました。金毘羅神社。名古屋10名所らしいですよ。金国旗が置いてある。もう株式会社しか残ってない。この道をまっすぐ行けば着くはず。ハズリムチャンネル。ちょっと駅から離れるともうすごい静かだし、人もほとんど歩いてないですね。美容院のくるくる。これはどこの国でも一緒なのかな。外堀通りですって。ってことは、これはお城の外堀があった通り？あ、そこが外堀なのかな？にしてもどこに行っても道が広いな。大津橋。ここが大津橋で、川かと思ったら、もう水は今流れてないっぽい。でも川、外堀があったんですかね。見て。なんか、おしゃれな建物があると思ったら、愛知県庁だって。上の方がね、お城になってんの。気合入ってるね。で、こっちは何なんだろう。なんか、でかいけど、国会？市役所だって。でかくね？そこのバス停の名前が市役所って書いてるから、市役所なんだ。じゃあ、この辺り歩いてる方々は、みんな働いてる方なのかな。またバカでかい交差点にぶち当たりました。道が広すぎる、とにかく。すごいよ。なんだこれは。片側4車線と6車線にクロスしているのがまた片側。
5?6? と、ちょっと、ようこんな道作ったね。すごいよ。横断する歩行者はもうとにかく大変。めっちゃ歩くから。そしてついに着いたかもしれません。名古屋城に。いやーすごい。名古屋城大人気だ。城壁。外堀かこれも。内堀外堀パラス。名古屋キャッスル。すげえ。綺麗に積んでるね。なんか、入場するのにお金かかるらしい。今日は、やめとく。この辺の古い道を探してみようかな。暗渠ね。Google マップを見て、ぽいなってところに行ってみよう。わかるかな？道との遭遇の知識だけで探してみます。今、ここにいて、マップのグニグニした道とか、結構怪しいんだよな。川の名残でグニッと曲がってる説があるから、そこに行ってみようと思います。もう一度、暗渠とは、蓋をかけられた水路で水面が見えない状態を言います。反対に水面が見えてるのは海渠。はじめは暗渠を探してみたいと、道との遭遇を見てからずっと思っている。今日が初挑戦。暗渠だったところには、いくつか暗渠サインっていうのがあるらしい。それを手がかりに暗渠だったかどうかっていうのを考えていくというゲームになっています。こればっかりはね、バイクに乗りながら探すっていうのは難しいから、こういうお散歩をしてるレアな日に、街の時代があるところは探しがいがあると思うんですよ。愛知県は結構山と都市部のバランスがいい感じらしくて、で、この名古屋は昔入り江船で荷物を物流をやってた影響もあって、人工的に作った川とか封鎖した川とかもあるらしいんですわ。新川と堀川と新堀川って3つあるらしいんですけど、なのでね、今全部道との遭遇知識ですけど、探しがいがあるよ。ここだ。この辺怪しくないですか？この謎のカーブですよ。そしてなんかこっちもグニーってなってるし、昔川があったんじゃないか説。ちょっと歩いてみるか。あれ、なんかめっちゃ普通の道じゃん。全然暗渠サインないんだけど。暗渠じゃないってこと？もう一箇所のぐねってしたところ行ってみます。そっちの方がめっちゃ変な形だからより可能性もある気がする。ここだ。なんか若干っぽい気もするけど、どうなんだろう。渡ってみる。渡ってみよう。なんかあそこに看板あるからね。なんか書いてるかも。柳原通り商店街。商店街の歴史の看板だった。柳原の由来、名古屋城が築城されるまでは沼や沢の中にある大地に柳が多く茂っていたことから、じゃあここ昔この辺は沼だったってこと？あるいは沢。いやー、でもこれ怪しくない？いや、これ怪しいでしょ。めっちゃ暗渠っぽくない？だってさ、今もうすでに暗渠サインが一つあるんですよ。車止め。これは暗渠サインらしいんですよ。なぜならば、暗渠は川に蓋をした場所だから、
車が走られると崩れちゃうから通らないでねっていう車止めが結構してあると。でも普通に住宅の駐車場はあるから違うのかもしれない。どっちだ？全然暗渠じゃない気もする。もうわかんない。道との遭遇を見てるだけじゃ知識不足だったか。もっといろいろ勉強しなきゃいけなかったか。にしても変な道だな。すごい、何サロ ?1。困惑するな、これ初見で通ると。変な道。まあでも、エモスポットってことで撮っとこうかな。ちょっと歩いたらまた、こんな感じ。ずーっとグニ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 してるんだよ、この辺の道。暗渠っぽさはある気がするんですよ。あ、なんか電車走ってってな、今。線路だ。ここはどこなんだ？何駅なんだろう。なんでしょう、暗渠なのかな。ちょっと調べてみようかな、家で。深田公園。ちっちゃな公園がありました。フォトスポットでは？どうしよう。もう、行くあてもないし、なんか変な観光になっちゃった。とりあえずさっき電車走ってたから、駅があるってことじゃん。だから、その駅まで行ってみよう。もう栄じゃないよね。暗渠かどうかはともかくとして、普通にめっちゃいい道だな。綺麗だし、いいところを見つけちゃった。清水駅っていうらしい。水って書いてるよ。清らかな水ってことは、もしかして本当に、あっちも。清水駅にもしかして本当に、水が通ってた場所なんじゃない？ハズリムチャンネルはい、ということでなんと、スタート地点に戻ってきました。めちゃくちゃ歩いた。途中でね、折り返してくるときに、携帯の充電なくなっちゃって、携帯の充電があともう 20% しかなくて今。で、急いでコンビニ行って、携帯の充電を借りるやつを、チャージスポットをやってみたんだけど、全然充電されなくて壊れてたみたいで、それを返却したりしたらまた充電がなくなって、もう撮影してる場合じゃないよってことでひたすら歩いて、今に至ります。今少ないバッテリーで撮ってるんですけど、ってことでね、お土産を買うっていうのだけができてないんで、今から、あの場所に買いに行こうと思います。ゴー。じゃんってことで、ドアラのグッズを買いに行ってきました。これが今回のお土産。名古屋と言ったらドアラかな？やっぱり。と思って。アズリムが買ったのはこちらのミニ額縁みたいな、これね、マグネットになってるみたいです。ミニ額縁ドアラマグネット。で、今回探索した暗渠なのかどうなのかって場所、家に帰って調べました。調べたところ、なんと川は流れていたようですが、もう埋め立てられちゃってるっぽい。なので暗渠ではないっぽいです。おそらく。残念、惜しかった。なので一番最初に行った不思議な分かれ道の方、そっちもなんと川が流れていたみたいです。川っていうのか、やっぱ城の周りの水、御用水流れてたみたいなんですけど、もう埋め立てられちゃっててない。マジかーということで、惜しかったっちゃ惜しかったですね。次こそは暗渠に出会ってみたい。もし本当に暗渠見てみたいなとか、アズリムの言ってることってどういうことって気になった先輩いましたら、
で今概要欄に道との遭遇のおすすめ会のリンクを勝手に貼っといたんで、気になったらチェックしてみてください。面白いからめっちゃ。じゃあまたねー。おつおつ。